こんにちは。国際日本文化研究センターの周井と申します。私は日本の社会科学の思想を専門としており、特にグローバルの知の循環という視点から、戦時期の日本の社会科学は、どのようにして、西洋の影響を受けながらも、植民地と占領地での、実証的な調査活動を通じて、アジアの社会をめぐる、独自の科学を形成していたのかについては研究しています。社会科学とは、経済学、政策学、政治学、人類学など様々な分野を含む学問です。私が注目しているのは、1920年代から1945年までの間に、盛んに行われた、アジア社会をめぐる調査研究とそれに基づく言説であります。この時期、日本はアジアにおける勢力範囲を拡大し、日本列島以外の地域を経由するための理解が不可欠となっていました。それに、この時期は、日本の社会科学が大きく進展した時期でもあります。西洋社会の発展をモデルとする日本の社会科学者たちは、アジア諸地域の社会形成プロセスや将来の発展ルートが西洋と同じなのか、それとも異なるなのかについて、様々な理論的な枠組みや実証データを用いて、活発に議論しました。さらにアジア社会の本質を理解するだけではなく、日本がアジアで初めて近代化を成功させ、列強と同じように、帝国を樹立した国として、どのように、主体性を発揮し、アジアの地域秩序の形成に、関与するのかという具体的な政策論も、昭和前期の重要な課題でありました。私はこの研究を始めたきっかけは、愛知大学でドイツ系アメリカ人の社会科学者カール・ウィットフォーグルが残した蔵書コレクションを発見したことでした。ウィットフォーグルは東洋的先制主義論を構築したことで知られています。ヨーロッパの、政治社会思想の系譜において、東洋的先制主義という概念は、もちろんアリストテレスまで、遡ることができます。この概念はモンテスキュー、ヘーゲル、それからマルクスといった思想家たちを立って、ウィットフォーグルの非西洋社会の、政治、経済メカニズムに対する分析において、一つの到達点を迎えたことが周知の通りであります。この東洋的先制主義論によりますと、人類の文明は長い農業生産の歴史を持つため、生産方式や社会関係が地理的条件に大きく規定されるとされています。例えば、アジアの乾燥地域で、河川沿いに発展した農耕文明では、灌漑や治水の必要性から、地域を横断的に管理する仕組みが求められました。その結果、中央集権的な専制国家が形成され、西洋諸国のように、文献的な封建社会とは異なり、資本主義的な近代市民国家が、自発的に成立することはなかったと論じられています。今現在の視点から見れば、これは西洋中心主義的なステレオタイプに過ぎないと思われるかもしれません。しかしながら、戦時期の日本において、このような学説が一時的に盛んに議論されており、日本の社会科学者のアジアを見る目に、大きな影響を与えました。例えば、当時流行していたドイツの社会科学者フェルディナンド・テンニスが提唱した共同社会と利益社会という概念と結びつける形で新たな仮説が生まれました。それによりますと、東洋社会における農業生産様式が強固な共同体を支える要因となるとされていました。その結果、西洋的な近代社会とは本質的に異なる社会構造が形成されるという主張が展開され、アジア社会定題論へとつながっていました。またもう一つ代表的な論理として、日本を含むアジアの米作農業を共同体精神の源泉と捉え、大東亜共栄圏の文明的基盤とする解釈があります。この解釈は、アジアにおける共栄圏の樹立を正当化し、日本がその盟主としての地位を担う論理として展開されました。戦時期には自局にコミットする社会科学者の間で、広く流行した論調となりました。他にも様々なタイプの論理が戦時期に盛んに、展開されており、それらについては
2025年の3月に刊行する予定の書籍 The Science of Oriental Society にまとめました。本書で問われているのは、20世紀の東アジアの社会科学者たちが西洋社会の発展ルートをモデルとしながら、いかにアジアの後進性に理論的に向き合ったのかという点です。特に社会科学のグローバルの伝播という文脈において、知識の流通、需要、創造的な再解釈のプロセスにおける制度的背景、思想的トレンド、そして人的ネットワークの役割が、本書の主なテーマとなっています。アジアという課題はもちろん戦時期の社会科学において非常に重要な位置を示していました。しかしそれだけでは当時の社会科学の全体像を十分に捉えることはできません。私は最近注目しているのは帝国と社会科学という視点から戦時期の知識生産を再検討することです。特に外地や占領地で活動した多国籍の社会科学者のネットワークに着目して、外地や占領地を内地と同じように重要な地的空間と見ています。そこでの知識の生産は、言うまでもなく、帝国支配の学問装置として、機能していました。しかしながら、それだけにとどまらず、グローバルの知識ネットワークの中で、内地の知識体系と、相互に作用し、その発展にも、寄与した側面も見逃せません。この視座を踏まえて、戦前戦時期の社会科学における、知識生産の分業構造、制度的枠組み、そしてイデオロギー的なハイラルキーの形成を分析して、さらにイギリスやフランスといった、他の帝国との比較研究を行う予定です。このようにして、過去の学問の世界のあり方を振り返ることによって、今現在我々が直面している様々な課題、例えば知識生産の現場における、歴学関係、学問の独立性と公共性などの問題を、新たな視点から、考察するきっかけになることを期待しています。私の研究紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。